どうもいつもお世話になっております。ぬけまるです。今回は極ゼレニア透滅戦の解説動画になります。はじめに、この動画は早期攻略動画のため、最適解ではない可能性があることをご了承ください。解説としては、このような図解を用いて全体を把握しながらギミックを解説していく内容になっております。そしてマーカーはこのように置いております。それではよろしくお願いいたします。ローズカタルシス。全体攻撃です。軽減を入れましょう。ショックとキングダムホーリー。円範囲予兆が4人、ドーナツ範囲予兆が4人につき、着弾時にその範囲がフィールドに残ります。これはタンクヒラまたは DPS のロールごとに割り当てられます。さらに、フィールドに1人用の塔が4つ出現します。この塔にはドーナツ範囲予兆がついているロールの人が入ります。円範囲予兆の人は、他の人と重ならないように空いているところへ捨て、着弾後は範囲が残るのでその場を移動しましょう。ドーナツ範囲の人は、範囲を置いたところがアンチなので移動しなくていいです。捨て方の一例を図します。次は円範囲視点を見てみましょう。ちなみに、遠隔組が中央側にスペースを作ることで、近接組は2人とも殴り続けることができます。スペクトルブレイク。タンクの戦取りギミックです。戦の対象者には奥義範囲の強攻撃が来ます。タンク2人は、線を取って北側で強攻撃を受けましょう。他の人は、タンクが線を取りやすいようにタゲさないを開けておきましょう。また、線がついた人は、タンクが線を取るまで動かないようにすると良いです。クライムクラス。4人ずつ奥義範囲が4回来て、受けると非魔法ダメージがつきます。つまり、同じ人が2連続で受けることができません。また、その奥義範囲は、ボスに禁煙の予兆が表示された順番通りに来ます。その予兆で近づくのか離れるのかを判断し、タンクヒラまたは DPS のロールごとに分かれて処理します。この動画では、タゲ差の内外を利用して奥義範囲の誘導を分け、先にタンクヒラが内側に入ることを決めています。具体的には、ボスの1、2番目の予兆が交互に来たら、ここでタンクヒラと DPS が内と外を入れ替わります。もう一つパターンがあり、1、2番目の予兆が同じだったら、こことここで2回、内と外を入れ替わります。そのパターンも見てみましょう。1、2番目の予兆が同じでした。1、3回目の奥義範囲の後に内外を入れ替えます。先ほども言いましたが、この動画はタンクヒラを内側スタートに固定しています。一つの参考例として見てください。ストックブレイク。4連続の頭割りです。軽減を入れましょう。制御壁。フィールドに4つの立体魔法陣が出現し、それを破壊するフェーズです。さらに、東西に出現する幻影の反面焼き誘導と、3人用の塔が複合します。まず、西側にタンクヒラ、東側に DPS で分かれて、魔法陣を攻撃します。途中、ロール内の1人に頭上マーカーがつき、その人は幻影の反面焼きが外周側になるように向きを調整します。反面焼きは、幻影が剣を構えている方から来ます。残りの人は、3人用の塔が出現するのでそれに入ってください。これらの処理をロール内で順番に行い、ボスのエーテルが集まる前に魔法陣4つをすべて破壊します。このフェーズで2分バーストが返ってきますが、魔法陣が終わってからボスに使う方が良いと思います。ですが、削りきれなそうだったら遠慮なく魔法陣に2分を使ってください。
クワイタスローズ。エーテルの蓄積に応じたダメージの全体攻撃です。軽減を入れましょう。魔法陣展開。フィールドが変化し、内側外側を含めて16分割されます。さらに、その分割した床に赤いところがあります。ここの赤い床はこの2パターンになります。そして、3方向に出ている扇ハンニが回転していきます。赤い床に乗らないように、扇ハンニを追いかけて避けていきます。最後に全員に円範囲予兆が来ますので、赤い床がないところで重ならないように3回します。ここで、この5区の特徴である赤い床について知っておいてほしいことを説明します。いくつかあるのですが、その都度説明しますね。赤い床は、ボスの攻撃が当たる、もしくはプレイヤーに来ている範囲を当てると活性化し、同じ攻撃のダメージ判定が出ます。このように当たるたびに光ります。あと、これが一番重要かもしれませんが、中央のボス下にダメージ床があります。赤い床が絡むギミックの際は常にあります。慣れていないとき、反対方面に移動する際に、この小さな範囲を踏みがちです。ここを通るとペインがつき、かなり痛いです。ギミックに集中すると忘れがちなので気をつけてください。半時計パターンも見ておきましょう。普通の床が多い方に行き、回転に従って避けていきます。ちなみにここは2パターンしかなく、床を見なくても回転方向だけで場所が分かってしまいます。時計回りなら B マーカースタート、半時計回りなら A マーカースタートです。ローズカタルシス。全体攻撃です。軽減を入れましょう。魔法陣展開、錦。とりあえず流れを見ましょう。フィールドが変化します。赤い床は2パターンです。大名剣。60度の扇範囲予兆が順番に6つ表示されます。さらに、中央から円範囲またはドーナツ範囲の予兆が出現します。東西にそれぞれ3つずつある赤くない L 字の床で、それぞれの範囲を避けるギミックです。ですが、東西どちらもアンチというわけではなく、予兆を見て判断が必要になります。では、その判断方法を解説します。知っていてほしいことは3つです。1つ目は、東西どちらかでギミックを処理することになり、その床は内側にマス、もしくは外側にマスの L 字になっていること。2つ目は、最初の円範囲またはドーナツ範囲の予兆を見て、内側にマス、もしくは外側にマスが予兆で潰れている方に行くこと。3つ目は、6つ表示される扇範囲は必ず左から右に避けるように出現していることです。つまり、扇範囲は1パターンしかなく、左から右に避けるということだけ覚えておけばよいです。ではこれらを意識して別パターンを見てみましょう。ドーナツ範囲からのパターンですね。東西のうち、はじめに外側にマスが潰れている方でギミックを処理します。まずは、ドーナツ範囲を回避するために内側マスで待機します。ドーナツ範囲が発動したら続けてくる円範囲を避けるため、外側マスへ移動します。この時、覚えていますか？必ず扇範囲は左から右に避ける、でしたよね。ですので、扇範囲が来たのを確認したら、外側のマスで左から右へ移動しましょう。スペクトルブレイク。タンクのセントリギミックです。魔法陣展開、3式。フィールドが変化します。外側の4つの赤い床に1人用の塔が出現し、4人にバラの頭上マーカーがつきます。バラの頭上マーカーはタンクヒラまたは DPS のどちらかのロールにつきます。バラの頭上マーカーは立っているパネルを赤い床に変化させます。ここで、
新たな赤い床について知っておいてほしいことを説明します。隣接した赤い床は同じ攻撃判定があるということです。例えば、このように赤い床に塔があったとしましょう。そして、このように赤い床が連続してあるとします。この部分に乗っていても塔の判定があります。回路がつながるイメージですね。ですので、このパターンの場合、ここを赤い床にしてしまうと、塔がつながってしまい、大爆発を起こします。ここは解放が2つあると思いますが、その1つをご紹介します。フィールドを4分割して、タンクヒラと DPS のペアで担当エリアを決めて処理を考えます。注目するのは内側の赤い床です。必ず赤い床は間に普通の床を挟んで出現します。そして、守るべきルールは2つです。1つは内側に赤い床を設置すること。もう1つは、内側の赤い床が挟んでいる普通の床と、その対角には赤い床を設置しないこと。内側の赤い床が3連続になれば良いです。あとは、バラの頭上マーカーではない人が塔に入り、床を設置した人は、普通の床に逃げれば良いです。この時、塔の人は釣られて塔から出ないようにしましょう。ローズカタルシス。全体攻撃です。軽減を入れましょう。幻影生成。次のギミックの準備ですね。クライムクラス。タンクヒラまたは DPS のどちらか4人に設置型のドーナツ範囲予兆が派生します。さらに、それぞれのロール1人に頭割りマーカーがつきます。そのため、タンクヒラが北、DPS が南に分かれて重なっておきましょう。この動画ではボスタゲサ上に集まっています。そして、ボスに奥義範に誘導の近づく、離れるの予兆が順番に表示されます。基本的に一発目は、タンクヒラが内側に入っていましたが、ここではギミックの順番的に、ドーナツ範囲を設置しているロールは動けません。ですので、ドーナツ範囲が来ていないロールから奥義範囲を誘導します。なんかちょろちょろ動いていますが、そうならないようにしっかりと1、2番目の予兆を見ておきましょう。1、2番目の予兆が違ったら2発目の後で入れ替えです。逆に1、2番目の予兆が同じだったら、1、3発目に入れ替えです。ストックブレイク。4連続の頭割りです。軽減を入れましょう。魔法陣展開4式。フィールドが変化します。バラの頭上マーカーが4人、バラの円範囲予兆が4人につきます。これはタンクヒラまたは DPS のロールごとに割り当てられます。4式は4つの赤い床を設置し、赤い床がつながっていないところでバラの円範囲を捨てるギミックです。フィールドは2パターンで、赤い床を設置するところは、北か南の普通の床が4つあるところです。バラの円範囲の人は、その逆方向で円範囲を捨ててください。この時、赤い床が隣接しているところには当てないようにしてください。その後、頭割りと鎖を切るギミックが来ます。デバフがついたのを確認したら、タンクヒラが西、DPS が東に移動して鎖を切りましょう。この時、鎖を切った後に頭割りが来るのですが、再集合して頭割りは間に合いません。かといって4人で受けるのも難しいです。そこで繋がっている赤い床を利用して東西で頭割りをします。どうやるかというと、鎖を切った後に先ほど赤い床を設置した方の赤い床を踏みます。そうすると赤い床は東西で繋がっているので、離れていても頭割りに入ることが可能になります。また、この動画では鎖を切るためにボスの背面に集合しています。これは南北で選択肢を増やさないようにと、鎖を切る際、移動方向を統一して間違わないようにという意図があります。円範囲側も見てみましょう。フィールドには場所固定の円範囲も2箇所あるので、円範囲が多く見えます。この場合、北側の赤い床は東西に繋がっていますので、そこに当てないように注意しましょう。鎖を切った後、全員で頭割りに入るために、赤い床が東西に繋がっているところに乗りましょう。ロ
ローズカタルシス。全体攻撃です。軽減を入れましょう。クライムクラス3回目。統一界の奥義範囲のギミックですね。今回は南北にボスの幻影がいます。ここでは、北の幻影の反面焼きを回避し、奥義範囲ギミックを処理した後、南の幻影の反面焼きを回避する流れになります。この動画では、基本的にタンクヒラが内側スタートし、遠い、近い誘導の奥義範囲ギミックを処理しています。奥義範囲が終わってもほっとせず、南側の反面焼きを忘れないでくださいね。ストックブレイク。4連続の頭割りです。軽減を入れましょう。魔法陣展開5式。フィールドが変化し、赤い床と普通の床が4分の1ずつ交互に配置されています。クライムハザード。外周に時間差で2方向から直線範囲が派生します。まず、最初の直線範囲で潰れていない普通の床に移動してください。大名剣。魔法陣展開2式で来たギミックですね。60度の奥義範囲予兆6つと、中央から円範囲またはドーナツ範囲が順番に来るギミックですね。予兆が多くて混乱しやすいですが、移動したパネルで円範囲またはドーナツ範囲のアンチに待機します。その後、1回目の直線範囲が来たら時計回りに対角へ移動しましょう。図示するとこのようになりますが、円範囲の場合、外側の床に待機して対角の内側の床に、ドーナツ範囲の場合、内側の床に待機し対角の外側の床に時計回りに行くようにしてください。先ほど、ドーナツ範囲から円範囲を見たので、次は円範囲からドーナツ範囲を見ましょう。ごちゃごちゃしていますが、動き的には2パターンなので、スタートの位置さえ見極めればできるようになります。もう一度おさらいですが、スタート位置は最初の直線範囲で潰されていない普通の床です。スペクトルブレイク。タンクの線取りギミックです。魔法陣展開6式。フィールドが変化します。赤い床が4箇所あり、それぞれに1人用の塔があります。そして、タンクヒラまたは DPS の4人にバラの頭上マーカーがつきます。塔は、頭上マーカーがついていない人が踏んでください。さらに、処理中にホーリーハザードという120度の奥義範囲が、異なる角度で2回来ます。ここは赤い床を工夫しておき、塔を踏むギミックになります。塔は踏まなければワイプする確率が高いので必ず踏んでください。しかし、塔が発動するときに、2回目の奥義範囲が塔2箇所を潰してきます。それでは、成功法と奥義範囲を無視する方法の2つをご紹介します。まず、成功法の一例を図示します。赤い床を最初の奥義範囲で潰れていない方につなげます。例えばこのように最初の奥義範囲で外側が潰されていたら、内側のこの4箇所に赤い床を設置します。このように3連続で隣り合わせになるようにします。そして、奥義範囲2回目を回避しつつ、塔を別の赤い床で踏む処理です。2つ目は単純に奥義範囲を無視する方法です。あまりダメージが痛くないので、難しいことは考えず、奥義範囲は無視して塔だけは何としても踏むパワープレイです。担当する塔は、タンクヒラと DPS ペアで分けた4分の1エリアの塔を、その担当ペアの頭上マーカーがついていない人が踏みましょう。その際、赤い床がつながっていると事故る可能性があるので、つなげないように互い違いに赤い床を設置するとなお良いです。あとは、以下のようなギミックが来て、最後に魔法陣展開、霊式で時間切れになります。
最後までご視聴ありがとうございました。以上で解説を終わります。もし動画の内容がお役に立てたら、次回動画作成のモチベーションになりますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。